本じゃないじゃない。店じゃない。本物じゃない。はい。頑張ります。はい、ということでよろしくお願いします。さあ、そして勝木優里役豊永俊一さん。勝木優里役豊永です。よろしくお願いします。主人公ですよ。いや、ビクトルの後やりにくいですね。なんか絵面が弱いよね。絵が強すぎるよ。この絵みんなこっち見ちゃう。いや、どの画面になっても端っこに見切れてないけど。必須目感出してくんで、じゃあ必須目。必須目感出てる。吉岡さんのね。はい。絶対この順番じゃなかったですね、紹介がね。そうですね。ということでこの方も来てくれておりますよ。原案、脚本原案、キャラクター原案を担当されている久保光郎さんです。みっちゃん、久保光。はい、久保光郎です。漫画の久保光郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今日はこの皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。絵面に違和感がすごいですね、なんかね。このね、ビクトルがいることによって。そもそもなんでここ和室なんですか。本当ですね。今日和室での収録はこれは何なんでしょうね。そうですよ。派切感出す。派切感。ああ、なるほどね。ユートピア感出そういうことなんです。おかげでソメさんが浮きに浮いてますね。なかなか障子とマッチしてるよね。温度差すごいですからね。さっきカットしてもらったからメイクさんに。あ、そうなんですか。もっと長いやつをアマゾンで買ったんですけど、はいはいはい。切ってもらってちょうどいい感じ。だいぶ自作のビクトルということで、髪型はもう再現率かなり高いですね。すごいです。すごいですね。超ビク生え際は見ないでください。ちょっとね、メイクもね、なんかアイラインも引いて、ね、だいぶビクトルに寄せてますけど。ここいじってください。内山さん。勝てないよ。勝てない。こりゃちょっと。確かにね。いい感出してこいよ。無茶言わないでください。絡みづらい。やめてください。序盤から絡みづらいっていうのやめてください。そうなんですよ。そうなんですよ。なんかこの学校になったらセイブさんスイッチ入ったのが非常に両サイド絡みにくい感じ。そうですね。両サイド絡みにくいよ。ビクトル絡みにくい。外国人の感じが出ちゃってますね。はい、ということでプレゼントのお知らせでございます。先ほども触れましたけれども、ABEMATV 公式ツイッターアカウントをフォローしつつ、視聴中にツイッターと連携させてコメントしてくださった方の中からなんと有利のトラ柄トレーナーをここにいる皆さんのサインを入れて1名の方にプレゼントでございます。ね、ユリオのね、作中派切の商店街で買ったという設定のなんかシャレオツなクソやばい T シャツなんですけど、これを勝手に送りつけるんですね。あ、これをね、だから皆さんのサインを入れて、これはもう欲しい人いっぱいいるんじゃないですか。いや、いいですね。内山さんどうですかこれ。僕はいらないですよ。でもかっこいいですよね。なんかユリオが着てるからすげえかっこよく見えるんですよ。そうですね。はい、とってもいいと思います。僕はいらないけど。うちはいらないです。そしてこれがですね、ABEX さんから来年1月に発売予定ということでございますよ。トレーナーの方がね。これ手に入っちゃうこれ。注文殺到じゃないですか。一人だけはもうサイン入りでね、一足早くねゲットできるわけです。堂々と街をカッポしてほしいですね。はい。内山さんは着ないけど。関西のね、他の着てる感じなんかね、関西の感じがありますよね、なんかね。はい、ということで、これコメントをね、だからツイッターと連携させて皆さんね、どしどし、お願いいたします。さあ、なおプレゼントの抽選結果は、当選者の方へ個別にご連絡させていただきます。どうぞお楽しみにということでございます。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。題して、ユーリオンアイスここだけの話。こういうのいいですね、なんかね。ゲストの皆さんのユーリオンアイスにまつわるアフレコの時の面白話や真面目話などそれぞれの立場から大いに語っていただこうと思っておりますよ。皆さんにはあらかじめエピソードを書いていただいているので早速発表してもらいましょう。あ、なんかいろいろ考えてきてくれてるんですね。はい、じゃあそうですね。はい、スケッチブックございますよ。はい、ありがとうございます。はい。さあ、ということで、これ一応挙手制となってるんですけども、はい。挙手制なんだ。なんか我こそはからあんまり出ないですよきっと。やべ、大人だからここら辺の空気読むのすごい悩む。そうなんですよね。そうなんですよ。そう、誰が一番いいか。力体系まだここうまくね、パワーバランスよく分かってない。あ、そうなんですね。分かってないですね。分かってないです。誰に任せようとまだちょっと。じゃあトシから。はい、じゃあ僕からじゃあいきます。豊永さん。はい。お願いします。はい、僕のここだけの話。まず最初こちら。ドン。はい。見えるかな。
JJ の歌。 JJ の歌。かぶりましたかぶりました。かぶっあらた。来た。僕かぶりだろう。あ、来た、かぶったワンポイント、ワンポイント。いやそんなんないですどういうシステム JJ スタイル乱用事件。乱用事件ね。しかも頭から被るっていう最悪の時代ですいね。やでもちょっと JJ ははいそれだけちょっとやっぱスターだけあって強かったですよね。いやキャラクターすごいっすよいね。やアフレコの現場はどうだったんですかあれ。いやアフレコの現場めんどくさかったです。あれ面倒くさかったですか。でもね盛り上がってましたね。特にね JJ の歌があれもこれもう言っていい話。あもう大いいとこでしたもう出れます。8話もう9話で多分。そう彼のプログラムその歌物の曲だったりとかしてそうなんですよ。それを観客がみんな口ずさんじゃうっていうようそうな。ああそうでしたね。そういうのないんですね。実際のフィギュアの現場でどんな歌物の曲使ってたところで観客が歌うことはないんですけど、でも JJ というこのキャラクターがもうすでに出来上がってて、もうその外国の素晴らしいアーティストに自分のキャラソンみたいな歌を作らせて、しかもそれをもう演技中にみんなに歌ってって言って、そしたらファンの JJ ガールズが一緒にサビから歌うっていう流れを書いたんですけど、それを実際どんな感じだったの？我々キャストはその歌を強要されて全歌わされる。すごいね。なんで？ガヤ的な感じでそう全員でちょっと JJ の歌を歌ってくれって言われていきなりパッて紙来て、あそうこのなんですか。曲だからってそうなんですよ A パート終わって B パートでその間に曲流しておくんで覚えてくださいみたいな感じで。いやいやいや。歌を急に？練習普通こういう歌って別でレコーディングをしてそうですね流すって感じなんですけど、この JJ の歌だけは現場でみんなではいじゃあ休憩中に歌流しますって歌流れて休憩中なのにみんなでJJ doesn't sorrow JJ follow me という必死で覚えて練習をするっていう英語の歌詞なんで。あそうなんすそうなかんです。それを休憩中にみんな必死に覚えて。いけるもんなんですねでもね。意外となんとかなっちゃったね。なんか見てる方としてはなんともね、なんかそんな違和感はなかったですけど。だから一応ねすごい面白い曲自体はその何ですかこう本編の中で使うぐらいの尺だけ僕らとりあえずねこれ覚えてくれって言われたんですけど、もうちょっと長い尺あるみたいなんで、あそうなんですか。だったら宮野くんこれ歌いたいぐらいなことをね。あー言ってますねひどいのがね、はい宮野さんがねそれを替え歌を開発し始めまして、そう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 勝手に日本語の JJ 歌詞にソングをねえやったのね訳してねちょっとそれは聞いてないよ。久保先生聞いてないみたいです。いろいろありすぎて思い出せないんですよ。マッカチンが登場するやつがまずわけがわからない。いろんなバージョンをね作って歌ってます。 Follow me のフレーズのところ、俺についてきな。意味がわかんない。楽しそうな現場だな。ちょっと日本語訳バージョンもできてたので、あまあね確かにもうすでに訳してあるんですけど、宮野さんが勝手に訳した日本語バージョンができてるんですなんかねそこから派生していろいろとねそう主にマモちゃんと安本さんがやってましたね。現場であはねクリス役のね。そういうのはあれなんですか。CD 化されたりするんですかね。します。あそうなんですか。JJ の歌これね。こう全員プログラムの曲はねプログラムそうプログラムの曲は CD ですけど、宮野さんがいや歌うやつはあれは遊びです。カルタバージョンはさすがにそれは私たちも把握してないんで、そうですね。宮山さん勝手に出してくださいっていう。役柄的にすごくすでにもうしっかり私たちの中でできたキャラクターを、はいまあ、宮野さんに演じてもらってるんですけど、みんな宮野さんがそのままに演じてるただの宮野真守じゃんっていう感想がびっくりするのがあって、いやいやいやちょっと勝手にそこまで自分のものにされてはと思って、まあ嬉しくはあるんですけど、でも想像以上に今奪われてってんだなっていうのが分かりました。奪われた感あるんですか。いや確かに宮野さん感はすごかったですね。俺の中から JJ は生まれたって感じがすごいもういやもう確実実にマモちゃん自分のものにしてってますからね。やっぱ俺様感がそうさせるんですかね。宮野さん感が出るんですかね。どうなんでしょうね。歌もねやっぱうまいですからね。生みの親より育ての親みたいな顔されちゃってるかもしれないですね。でもいい、もう自由にいいんですかやってもらって大丈夫そうやってキャラクターがいいです盛り上がればね。盛り上がれば、そうか。結果オーライです。はい。はいということでさあ続いてははいどうなさいますか。何にしますか。かぶっちゃった。次のネタいきます。俺もそうか。あじゃあ僕いきますね。はいまずやっぱり有利といえばん収録時間がとても長い。ドン来たー。はい来そうなんですかました。ドン。これは神経衰弱みたいになっちゃってる。そういうコーナー？そうね新しいコーナー遊び方答えが一致するかどうかっていうやつ。そうですね収録長いですね。あなん普通のアフレコより全然長くてですね。長いですねはいはい。 1.5 倍2倍ぐらいかかっていて、最長何時間ぐらいありました？ 6-7 7時間ぐらい。まあ普通がどれぐらいかっていう基準がないとねそれが長いか短いかわかんないと思うんですけど。それどういうところに時間がかかるんですか。何なんですかね。まあこだわりじゃないですか。こだわり演出の部分のこだわりがうんうんやっぱりこうあるからだと思います。なるほどなるほど。うんこの
のシーン結構かかったなみたいなとこってありますか？なんかもう全部のシ全部ーンは結構何テイクか撮るので、はいはいはい。なんかそうだね。なんかかかりますね。えでもそうやってかかっていった結果、もう後半になって終盤になってくると、何でもないことで笑えてくるっていう。変ななんか夜テンションナチュラルハイみたいな。そうそうそうなんであんなくだらないことでって今思い出しちゃうね。じゃあ収録現場結構楽しい感じで皆さんやられてるんですか？楽しいですね。疲れますけどね。そうですね。このメンバーでなんか収録終わりちょっと飲み行こうかみたいなとこあるんですか？いやそんな暇はないです。そうない長すぎたせいで全然その後どっか行こうぜができない。そうなん帰んなきゃってそう本当は飲みに行きたい欲はあるんですけど、でもなんかやっぱ収録が終わってで後半になってくるとやっぱ疲労も見えてくるし、ってなってる状態でこのタイミングで誘えねえなっていう空気誘いづらい感じ。そう完全にもう寝る時間です。なるほどなるほど。やっぱ長くなるもんなんですね。こだわってね。やっぱオリジナル作品なのでね、やっぱ原作ものとかじゃないんで、シーンに関しても一つ一つその久保先生が書かれたやつを元にアニメがね映像が作られていくわけなんですけど、どういうニュアンスでこのセリフとか一言言わそうかっていう部分もやっぱいろんな方向性のアプローチがやっぱりね演出その監督音響監督さんの中でいろいろあって、でこの形でやってそれはこれで一つ決まってるんだけどちょっと違う感じのアプローチをもう一回試したいんでもうワンテイクいいかなみたいなのがあったりとかしてっていうのが結構ありましたね。なるほど。試行錯誤しながらキャラクター、特に僕はビクトルやってますけどビクトルは特に序盤戦とかはどういう方向性でこのキャラクターを作っていこうかっていう部分で僕が思ってる部分とその演出サイドから来るものとが結構こうバシッと最初から噛み合わないところも結構あって、僕のイメージとのその部分でのすり合わせをしながら作っていくのに結構時間かかったりとかね。プロですねこれはね。久保先生はこう立ち会ったりは？私はその第1話と最終話だけちょっと忙しかったんで、なかなか行けなかったんですけど、もうやっぱその第1話も最終話も変わらずその音響監督の清水さんはすごくこだわって、もうちょっとここ変えてこうしようみたいな。でこちらからなんか提案してやっぱ新しい形を出してきたら清水さんはそうきたかみたいな感じで答えて、じゃあそれでいこうとか、そういうすり合わせてなんでしょうね。やっぱ他でやってる何かもう成功されてるものを頼りに何か作ってるわけではなく、有料アイスのためにみんなすごく今までやってきたもの通りやればいいんだみたいなのじゃなくやってるっていうのをそれを知れて私はすごく感動したんですねこのお話聞いて。作ってんすね。はい。じゃあ次この流れで私もいいですか。じゃあ久保先生お願いします。はい。というわけで、そんな皆さんが長時間頑張ってる中、ブースから見た雰囲気こちらドン。内山さんに睨まれてると思ってた。内山さん睨んでました。大体ポジションここですね。そう。隣僕で奥の方はね。なるほどね。こういう感じで。有用の絵になってる。そうここで見て。すごい絵描いてるすごい。そのなんか内山さんこっち睨んでないかなと思う瞬間があって私たちその鏡じゃないとガラス越しに鏡越しだったらマジック完全に久保先生が映ります。やべえ私だったって話になります。どんなマジックミラー。そうレクターだから向こうからどんな気持ちでブースって見えてんのかなと思って、そしてなぜ私たちは睨まれてるんだろうと思ったんですけど、でもそれで要は内山さんの人となりとかまだ分かってない頃だと何か悪いことしたかなとかちょっと思ったりしたんですが、そこまで考えてないっていうのはなんかでも一つあるのが反応を見てるのかもしれないですね。なるほど。座ってる時って他の人がセリフ言ってる時でしょ。だからこのセリフこのアプローチが受けてるのか滑ってるのかっていうのを無意識に探ってんのかもしれないです。無意識がこれだ。目が悪いんで僕は。そうなんですか。目つきが悪い。目が悪い。視力が悪い。僕もよく言われますよ。睨んでんじゃねえかってよく言われますよ。いやでもそういう部分がちょっと有利プレセツキーと被る部分があるというか。キャラクターと。で1話目とかあまり諏訪部さんも内山さんもそんなにセリフがなくて、だから結構後ろで待機してる時間が長く、だからその時の行動をちょっとじーっと見ちゃってたんですけど、そしたらこんな感じでしたね。なるほど。それとあともう一つ私もう一つアフレコ現場でちょっと気になってしょうがなかった。お願いします。福山さんの帽子がやばい。福山潤さんって西郡さんの役をやってる方が来るた
2回しか言ってないんですけど、どっちもよくわからない帽子をかぶっててどういうやつですか？わかりますか？まず一つが本当になんかペターンとした感じなるほどなるほどのなんかこういうちょっとで下もなんか白っぽい中東っぽいオリエンタルな感じ。これ福山君の顔ではなくてキャラクターのね。そうキャラクター福山さんに似てませんこれは。西郡のキャラですけど。西郡が被ると似合わないですね。逆に福山さん似合ってないわけじゃない。そう逆にハマってるのかな。そうこういうの被るんですね。被っててあの帽子はなんだろうみたいな。なんかもうちょっとなんか蕎麦屋の帽子っぽかったかな。ああぺったりしたような感じでちょっと四角い感じ。四角い感じで着てて、なんかあの帽子は気になるなと思ってで最終話今度行ったら迷彩の服にベレー帽を着て新しいなかなかこう普段使いできない。迷彩の服にベレー帽はもう軍人ですよ完全に。ファッショナブルすぎて結構おしゃれなんで。ハイファッションなんで。あそうなんですか。福山さんはね。個性的なんですね。なかなかねこうねハイファッションですよ本当に本当に。なるほど。そうちょっとすみません西郡の絵で描いちゃいましたけど。福山さんに聞いてみたいですねこれね。すいませんねなんかいない人の悪口言ってるみたいですけど。どういうつもりなんですか。いや素敵でした。もちろんいい意味でですね。まとめると素敵でしたっていうことですね。まとめると素敵でした。福山さんが着ると素敵なんですけどちょっと西郡に着てたらあれでした。ああなるほど。じゃあ1話もう最終話までは終わってるんですね。アフレコの方最後のお話まで決まっております。はいはいはい。ね。どうですか皆さんはやっぱ久保先生の反応とか気になるもんですか。いやそれやっぱり気になりますね。一番一応その起点となってる物語を作ってキャラクターを生み出してるね母なので、一体どういうふうに気に入ってもらえてるのかな僕らが演じてるキャラクターとかっていうのはやっぱり一番気になりますね。久保先生的にはもうこの間あれですけどこう自分の思い描いてる感じになってる。いやむしろその私が埋められてる穴は少ないというか、私が土台らしい、監督と一緒にお話考えてキャラクター作ってやっていますけれども、結局自分が作ったものがまだ実は浅かったんだと思わせるぐらい、よりそこの先の深い世界観をやっぱ作ってもらってるっていうのをすごい感動して、しかも私以外にこんなにこのキャラクターたちのことを皆さん考えて深めようとしてくださるっていうのが。なんか私もう死んでもできるんじゃねユリオンアイスって一人歩きしてるもう一人歩きしてってるのがやっぱ声優さんやべえなって思いました。いやもうだっていやごめんこのビジュアル見ていや久保先生勘違いしてるんですけどこれは声優さんのする仕事ではないと思います。そうなの？声優さんする仕事じゃないの？声優さんってこういうもんなんだなと思われたら違うかもしれないですね。だからもうすごいなと思います。そう声優さんすごいなと思ったんですけどラーメン二郎感覚のこの立ち位置なんでね。ラーメンっていうかラーメン二郎という食べ物ですよみたいなそういう感じ。諏訪部です。なるほどね。諏訪部さんが諏訪部さんやばいですか？やばい。サービス精神やばい。諏訪部純一っていうジャンルですからね。ジャンルということで丸く収めていただけると。ありがとうございます。さあ続いて誰かありますか？じゃあ僕ちょっと近しい話が出てた。豊永さん。はい。僕はこれですね。芝居の質。これが本当ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、一番最初第1話の時に音響監督の清水さんとその芝居の感覚をどうしようかって話をディスカッション結構長いことさせていただいてた時間があって、でその時に割と優里くんが一番その芝居としてのそのアニメ的な芝居抑揚だったりとかっていうものじゃなくて、なるべくリアルにすることで、その結構この作品って多国籍の選手がたくさん出てくるので、そことの差別化、もちろん会話は全部日本語なんですけど、なんかちょっとこう海外の人と日本人の差みたいなものを作りたくて、ちょっとすげえ素っぽい感じでやりたいんですっていう話を清水さんとさせていただいて、じゃあそれちょっとやってみる言ってすごくこうナチュラルなというか生っぽい感じの優里くんっていうところがちょっと生まれ始めたのが一番最初だったので、なんでそういう意味で言うとこのユーリオンアイスの作品って芝居の質感っていうのがちょっとまたやっぱ他のアニメ作品と違うところがあるのかなっていうのが。アニメのこう声優をやられてる人からすると、やっぱナチュラルにって言われるのって難しいですかやっぱり。何をもってナチュラルかっていう求めの部分にもよりますけどね。そうですね。なるほどなるほど。そういうところでじゃあ芝居の質をちょっと高めていってるということですね。でもそれは私たちやっぱだからこそ豊永さん選んだ理由だったんで。あ、そうなんですか。でもそのオーディションの前のやっぱそのテープとかを聞いてて非常になんか迷いなく豊永さんしかいないって思ったんですね。やっぱ久保先生筆頭に選ばれてるわけですか。私と監督と一緒にそのオーディションの音を聞いて、この人にしようっていうので、この3人はもうその場その監督と一緒に聞いてて、
もうこの3人しかいないってすぐ決まりました。ナチュラルな演技ができそうだそうですねなっていう。だからやっぱりその作品の中で成長していくキャラクターなんで、はいぜひやっぱ一番最初から強そうっていう感じよりもやはりどこかちょっと脆さを感じさせるような、でもどこかでふと強くなっていくのを見たい、応援したいって思わせるっていう、やっぱその微妙な隙間と隙間の間をすごく豊中さん演じるのうまいなって思ったんで、はいやいやありがとうございます。あでやったな。もやったよかったですね。いや勝木優里っていうのはでも久保先生っぽい主人公のね感じですよね。俺なんかすげえ思いましたわ。あ、久保先生っぽいなって。ありがとうございます優里最初見て、あ、主人公そうこういう感じ多いなっていうなんかそう好きだ多いなっつっちゃっ好きだなっていう。いや設定で言ったらテンプレだやべえってよ俺テンプレかテンプレってわけじゃないですけど、テンプレ声優全然違うんですけどね。でもねやっぱメガネキャラでちょっと気が弱くてみたいな、やっぱそういうところは私は散々好きで書いてきたんですけど、だけどどれもそんなグランプリファイナル行くような才能ある選手みたいなの書いたことなかったんで、そこに初めてその才能ある選手がもう本当に少年漫画の王道的な感じで勝ち進んでいく、しかも愛の力でっていうのはなんか案外一番私がやってこれながら少年誌の王道で1回目の放送が終わった後に結構いろんな漫画家さんから男の漫画家さんからすごい面白いよって言われたんですけど、一番ちょっと感動したのは初めの一歩を書いた森川ジョージさんが有料アイス行っちゃう見てすごい面白かった、久保さんがまさかこんな王道をやるとは思わなかったねって言われて、素晴らしい、すごい。やっぱねその王道をずっと書いてきたね森川さんにそれで面白い王道を書いて面白いって思われたっていうのが、まあ少年誌で連載やってきた築いてきたものを全部有料アイスには突っ込んで強くしてるんで、形にしてくださってありがとうございます。もうその上に行ってますから。いや素晴らしいですね。ね、そういう思いでこうねお力添えできてもう光栄ですもん。はい、ということでありがとうございました。以上有料アイスここだけの話でした。さあ続いてこのコーナーに参りましょう。題して若手当然フィギュアクイズ。ダバイダバイダバイ。まあこのねコーナーはですね、有料アイスのキャストを務める皆さんなら分かっていて当然であろうフィギュアスケートに関するクイズを行いたいと思います。有料アイスのクイズでございません。フィギュアスケートにのクイズ関するクイズでございます。なるほど。どうですかフィギュアスケートに関してはお三方。いやもうトリプルアクセル。知ってるよ。ちょっとヤバそうな匂いがしてますね。クワドラプル何ですか。 4回転。そんな試すようなことしないでもいいよって。余裕ですよ。完全に沈黙しちゃってますけど。いや頑張ってるよ。知ってるもんうちがすごい頑張ってる。内山さんどうですか。全くわかりません。この子サッカー好きなんでね。あ、そうなんですか。サッカーの問題今日はございませんけど。ないっすか、残念。ということでございましてクイズ出していきますよ。はいはい。ちなみにね久保先生はこのクイズには参加いたしません。ヒントだけは適当に言います。わかりました。久保先生はもうね完璧ですよね。私はまだまだ私なんてまだもひよっこですよ。どうですか。なんか取材とかも結構されてですか。いやでもなんか普通にただ取材って言っても、はいなんか関係者口から入ってなんか選手に会えるとか、そんなもの何一つなくただ自腹でそうなんですか金を払ってはい一生懸命チケットを取るところから始まり、ここからじゃないですそうか。そういうの。だからそう、まあ皆さんと一緒です。結構じゃあ裏側見に行ってるとかそういうことを。ないですよ。そんなことないんだ。誰もやらせてくれなかったですよ。やらせてくれないのよこんだけのすしてあげてごいアニメなんだから。してあげてロシアまで行っても何もそんなことできあずそうなんですかにダメ元でそのはいはいはいロシアのユビレイニーってところまで行って取材できませんかみたいに言ったらマジっすかノーみたいな感じで。もう全払いみたいな感じで。いやもうそんなこと来年行けんじゃないですか。来年は2017年はあちこち好きなだけ行けるんいやそうですよ。いや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 いこんだけヒットしてますからやいやいやチケット取るのはどっちにしろ大変なんですよ。普通にじゃあチケット取っていかれてるんですね。普通に行ってますはいということでクイズなんですけども、ルールは簡単でございます。はい1問正解で1ポイント獲得でございます。最もポイントを獲得できた人が優勝でございまして、優勝者にはなんとカツ丼をプレゼントでございます。あのカツ丼です。食べたい。出てきますねアニメにもね。マジですか。はいユリオが大好きなね、ユリオも大好き、ビクトルも大好きなカツ丼でピロシキにございます。入ってるやつじゃなくて普通のカツ丼。普通のカツですね。カツ丼でございます。さあ早速始めてまいりましょう。はい問題でございます。ペンがないですね。あペンがない。じゃあペンをよろしくお願いします。ください。
ですね、はい1問正解につきはい1個そちらのみかんをゲットあこれかということでございまして、これがポイント代わりになるんですねみかんをポイントであこれやっぱ使うんじゃんじゃあねこれそろそなるほどろ勝たした方がいいんじゃない？はいはいスケブ回収スケベ回収です。はいスケッチブックをいただきます。はい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 。さあ行こさあということでございまして第1問いきますよ。はいはい。第1問。うはいフィギュアスケートの名称の由来は？フィギュアスケートのはい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 。名称の由来は？フィギュアスケートはいまあそのなぜフィギュアスケートというかそうですね。なぜフィギュアなのか。あなぜフィギュアなのかまあスケートは上がりますからね。フィギュアの名称の由来ですね。なんか安直かな安直かなこれあ危ない危ないフィ久保先生はもともとフィギュアスケート好きだったんですか？いや私はまあ本当にお茶の間でやっぱテレビを見てて、大きい大会オリンピックとかであまおちゃん頑張ってるなとかそういうので、はいはいはいやっぱり話題になってる時にちょっと見てたぐらいであそんなに深くは詳しくじゃあ我々と同じぐらいの同じところから感じなんですねこのアニメのお仕事を機会に、まあ監督と一緒にはいはいいろいろ取材させてもらったり教えてもらったりして、そして来たので非常にまあにわかですよ。にわかでもいやでも今すごいですから。でもやっぱそういう感じでより新しい、ええなんかファンの人を増やしたいというかそのフィギュアスケートをやっぱ作ってくださってる、振り付けやってる宮本賢治先生も、やっぱこの作品を通してフィギュアスケートを身近に感じてほしいとでその役割をこのアニメが担ってるんだったらいいな実際その選手の活躍とは全く別のところで、いろんな国に活躍してる人がいるっていうのをアニメを通してなんか興味持てるってなかなかないんじゃないですか。最近アニメからねなんかいろいろ流行ることもありますから、もうフィギュアスケートもどんどん盛り上がっていくんじゃないですかね。有料枚数を見てねフィギュア始めましたって人もね出てくるかもしれないそうですねいかがですか皆さん回答の方は。一応書きましたはいじゃあ豊永さんからいきますか。はいはいお願いします。フィギュアスケートの由来由来。人形のように美しく滑るなるほどなるほど。フィギュアねはいあフィギュアとだからその人形の方のフィギュアですね。そうですねお人形さんとかのフィギュアってよく言うんでそういうこういうことなのかなと思ったんですけどほう、さあそしてじゃあ私諏訪部さん行きましょうか。フィギュアって言えばまさにねそういう感じいわゆはいる形だから決められたこう型とかを披露するなるほど。スケート競技はあなるほどなんかこうねまあどっちかというとショートみたいな感じっていうかさうんうんうんああいう感じではいはいはい決まったねこれをやりましょうできましたみたいなそうですねジャンプなるほど。とスピード形と形ということですね。さあそして内山さん。僕もよく分かんなかったんだ、人形遊びああなるほどね。フィギュアだから。これ君がよくわかんないこれフィギュアがわかんない言いますけどこれ答え聞いてちゃんとあーんってなるもんなんですかなるよ。めちゃ怒ってるそんな問題あり俺納得できる答えは用意されてる言う腑に落ちるじゃあ落ちない反省しますけど、はいはいはい。今はちょっとじゃまだ分かってない答えに文句つけようとしてるんですよ。ちょっと私なんかねねクイズの内山さんねクイズの新しい形を作ろうとしてるんですよ。そう納得いかないじゃないですか。いや納得本当に納得できる答えなんでしょうね。そうだよ。トンチとかじゃないよ大丈夫だと思うトンチいやトンチじゃないトンチじゃないトンチじゃない。さあということでございます、はい1問目からちょっと波乱の予感ですけれども、さあ行きましょう。1問目の答えは、フィギュアスケートの由来は、スケートリンクの上に、図形っていうね英語の意味でフィギュアなんですけれども描くように滑ることフィギュア図形をする動詞としてってこと？フィギュアはまあ形まあ要はその昔今はないんですけどコンパルソリーって言ってその氷の上でそのスケートを滑った時エッジの描くその円を描いたりとか8の字とかいろいろその形をうまくそのなぞるっていう競技があって伊藤みどりさんとかそれが苦手だったんですけどそうそうだからそのいかに氷に図形を描くかっていうのが一番最初のフィギュアそうでこれと近いちょっと違うかちょっとずまあでれてるも図形っていうところに行かなかったですねさあ内輪で一番近いの図形という意味ですね。図形かで内山さんは図形ということですおい人形が図形変わっちゃ内山さんは書いてました。あれちょっと捏造しましたね判定は判定はいということでじゃあどうしますか久保先生。先生どうします諏訪部さん正解じゃあみかんの半分半分やったはい諏訪部さんが半分正解ということですねそんなはいシステムみかん半分プレゼントでございます0.5ポイントです。
綺麗にみかんを割ってくださいました。ありがとうございます。さあということでいきますよ。第2問いきましょうか。はい、フィギュアスケートのリンクの脇に設置された競技終了後の選手とコーチが結果発表を待つための場所の名前は